ゲストは川島統一郎です。よろしくお願いします。こういう風に遊べっていう風に書いてあったのが原点というか、なんで忍び神に秘密を入れようかと思ったかと言いますと、PVP がやりたかったからなんですね。イカルギアの時は標的の明確化、インセインなんですけど、秘密とホラーってとっても相性が良いです。アマデウスに関しては予言を入れるかどうかすごい迷ったんですよ。何かがまだありそうだなって感じしますね。はい、あるんじゃないかなと思って今新作を作っているところです。なんと黒帯チャンネル。皆さんこんにちは、黒帯チャンネルです。今日はがっつり TRPG の話をしていこうと思います。最近 SNS でも話題になっていました、いわゆる秘匿ハンドアウトとか秘密とかいったですね、 TRPG におけるプレイヤー間の情報格差を使った遊びっていうようなものについて話していきたいと思います。ゲストは秘密があるゲームを大量にお作りになっております。ご存知冒険企画局の川島統一郎先生です。はい、こんにちは。よろしくお願いします。冒険企画局の川島統一郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近ホットな話題だった秘密そうですねについてなんですけど、もともと秘密ってゲームに実際組み込まれる前からも、情報判定に一人だけ成功した時にちっちゃいねノートの切れ端みたいなやつに君はこれに気づいてしまったみたいなスッて渡したりとか、あと台所にちょいちょいって呼んで、台所っていうかね、僕は家でやってたんで台所に呼んで今でいう密談みたいなことをやったりってことは、GM のテクニックの範囲内で結構太古からみんなやってたのかなと、あれが秘密の走りだと思うんですけど、実際秘密っていうのがだんだん存在するようになってきて、歴史振り返るとどの辺からなんですかね、指揮し始めてるのって。そうですね、1991年にですね、モンスターホラーショーという、はい、モンスターホラーショー、こういう懐かしい文庫のルール、これでもほぼルールっていう簡単なルールでしたよね。かなり簡単なルールなんですよ。ゲームマスターのことをウェアウィザードっていう、そうでした。ワー妹じゃなくてワーウィザードみたいな変わった名前のする、J.H. ブレナン先生、ドラゴンファンタジーって言ってわかるかな、グレイルクエストとか、14番意見というゲームブックで、あれを書いてた人の作った、TRPG、僕も実は何度か遊んだことがありますがこれにオフィシャルシナリオが入ってるんですけど、そこでこういう風に遊べっていう風に書いてあったのが自分の中では原点というか、シナリオなんでネタバレになっちゃうんで、細かくは解説できないんですけど、今更これのネタバレして怒る人も少ないと思いますけどね。そうですね、もし気になる人がいたら飛ばしていただいて。じゃあ喋っちゃっていいですか。これシナリオにですね、ドゥームベインの人狼というシナリオが載ってるんですけど、シナリオをプレイする上でのヒントみたいなの書いてあるんですけど、タイトルをまず言うなとプレイヤーたちに書いてあるんですよね。人狼って書いてありますもんね。そうで、なぜドゥームベインの人狼がプレイヤーたちがこれまで経験したことのない最高のシナリオなのかっていう項目があるんですけど、大冗談から来ましたね。そう、陰険極まりない話だ、何しろ人狼の正体は実は君のプレイヤーの一人なのだ、なるほどみたいな感じで人狼になるプレイヤーの選び方とか、その人にどういう風に伝えるべきかみたいな、さっきのメモの話があったんですけど、バレないようにとにかくたくさんメモを渡せとか、なるほどなるほどたくさんの中に隠せと、そういうことですね。くだらないものとか真っ白のものとかもある中に、お前は人狼だみたいな、丹沢さんにだけ渡していくと、あいつじゃねってバレちゃうので、とにかくいっぱいメモを回せとか、そういうふうなことがいっぱい書いてあるんですよね。君はシナリオの途中で人狼になる。このことをもし誰かに過去誰であろうと教えたら、君はウェアウィザードに殺されるつまり GM に殺されるみたいな、昔のゲームだなっていう感じがあるものの、いやでもこれやったな、今話しながら思い出してきたけど、これやったことある気がします。僕プレイヤーでやったんだ。シナリオの途中でそれが起こった時、君はそれを伝えるメモを受け取る。これ秘匿ハンドアウトの走り、全員平等に秘密があるわけじゃなくて、一人だけにあるけど、それをカモフラージュするためにみんなに配るっていうのは忍び神とかでもやりますよね。こういうのがまず前段としてあって、あとはこのシナリオ名に残ってるんですけど、ボードゲームとかでもいわゆる人狼、タブラの人狼というか、ああいうゲームなんかの影響もあるんじゃないかななんてこと思うんです。あれ自体は伝統ゲームで昔からあるものですしね。そうですね。もともとね、ロシアとかで遊ばれていたやつがアメリカに入ってきて、フレーバーとして人狼みたいなのがついたっていうふうに言いますね。あとはこれよりもかなり昔になっちゃうんですけど、僕遊んだことないんですけど、先輩筋で有名だったのが超人ロックのボードゲーム。知らないですか？原作の漫画の方はご存知ですよね。それが
ボードゲームというか、マルチプレイヤーズゲームって当時は言ってたんですけど、自分の正体を隠して戦うと、誰かを倒せみたいな指令が下ってるんだけど、その誰かが誰かわからないので超能力を使って明らかにしていくみたいな。めっちゃ忍び神っぽいですね。そう僕は遊んだことないんですけど、かなり有名なゲームだったので、田中俊久先生の怒んないでね、あれとかでも紹介されてたんじゃないかな。そういうので僕は知ったんだと思うんですけど、そういうゲームがあることは知ってたので、隣接ジャンルボードゲームとかでは特にそういう秘密のミッションみたいなものってそこまで珍しくないと思うので、君は赤色を集めると得点が高いよみたいなルールってたくさんあると思います。誰がどういう条件で勝ちを狙ってるのかわからないボードゲームっていろいろありますよね。あると思うんですよね。そういうのをたくさん知ってたので、それ自体はそんなに特別なことではないと思ってたんですよね。TRPG にそういうの入れること自体は。じゃあなんで忍び神に秘密を入れようかと思ったかと言いますと、PVP がやりたかったからなんですね。秘密できるゲームを作ろうと思って忍び神を作ったんじゃなくて、PVP ができるゲームをやりたかった。そうなんですよ。なるほど。もう一段階前に行くと、サイコロフィクションっていうゲームを作っていて、そのシリーズというか、ピーカーブが第一作で、特技マトリックスが特徴だったんですけど、これはこれで変わった判定システムとして面白いかなと思って作ってみたんですけど、それをもっともっと活かすために、このエンジンってどんなことすると面白くなるのかなって思った時に、どの特技でも攻撃できて、どの特技でも避けれるっていう風にして、攻撃された特技で避けるっていうルールを作ったら、相性ゲーが作れるかなと思ったんですよね。どこを狙っていくか、自分がどこが弱いかみたいなことができるから、相性ゲーが作れるな、この戦闘は面白そうだなみたいなことを考えた時に、でもそんなにゲームマスターがたくさん戦闘するためにモンスターとか出すのも大変じゃないですか。1回のシナリオに3回も4回も戦闘するの大変だなみたいなことを考えた時に、プレイヤー同士で戦わせればいいじゃんと。データ管理とかもゲームマスターが全員分の特技管理するよりも、1人1個のキャラクターを担当してやれば難しい戦闘でも管理できるんじゃないかなみたいなことをまず思って、で忍者でやることは決まってたので、そことの相性も良かったので。いいですね。秘密を持ってるっていうのと忍者っての相性もいいし、 PVP と忍者もすごい相性いいし、そこは全部ストンと落ちますよね。そうなんですよ。これいいなと思って、じゃあ最初に戦闘を必ずするのかしないのかとか、なんで戦わなきゃいけないんだっけみたいなものをシナリオで説明するよりも、ハンドアウトで渡しちゃうのが早いのかなみたいな、倒さなきゃいけない相手をそれこそメッセージでもらうのが早いのかなっていうのが最初の秘密のスタート地点でしたね。初期のルールブックについてたシナリオとかって、基本的にはお姫様を取り合うとか、対立型で、こういう遊びって今までのゲームでもやろうと思えばもちろんできたんだけど、システム的にやるとか、プレイヤーに説明が難しかったですよね。そうですね。今日の D&D はみんなに殺し合ってもらうとか言われるとって僕じゃあもうこの職業は嫌だみたいなね、こともありそうですけど、それこそ PVP 用に作られてないルールだったんで、ゲームマスターが頑張って無理して作んなきゃいけなかったところもあったと思うので、専門のそういうルールあっても面白いかなみたいな、今までできなかった遊びができるんじゃないかなっていうのがスタート地点で、初期状態を変えたかったんですよね。ゲームスタート時点での、君はこういうことが目的でこいつを倒さなきゃいけないよとか、味方がいるかも敵がいるかもみたいなことが分かんない状況の方が PVP とか起こりやすいのかなみたいなことが最初の牧歌的な想像して作ったところですね。PVP が前提になると、スキルの作り方とか、ドラゴンと戦うみたいなのだったら、ドラゴンに対してどのくらいダメージを与えられるかとか、僕はもうダメージディーラーじゃないので、役割分担で僕はみんなを回復するよとか守るよとか、役割分担の遊びができますけど、もう1対1対1対1みたいになると、俺がガードするみたいな概念というよりは全員がねうおーって殴り合うっていうところで言うと、スキルの作り方とかバランス調整結構難しかったと思うんですけど、どういうところ工夫されたとか苦労したとかっていうのはあるんですか？そうですね。まず動機としては、そうじゃないゲーム作りたかったんです。今言われたようなゲーム、直近だと迷宮キングダムっていうゲームが僕の作ったゲームと近いんですけど、完全に国王と大臣と役割分担ゲーですね。はっきり創作はこの人って書かれてるじゃないですか。で、あれはあれで面白いと思ったんですけど、やっぱりそれはもう作っちゃったんで、なるほど。その遊びと違う遊びを作りたかったっていうのがまず動機として1個あって、もう1個は自分はもともとはトレーディングカードゲームのデザインなんかでプロとしてはデビューしていて、TRPG はアマチュア時代からずっと作り続けてた
たんですけど、お仕事としてゲームデザインしてたのは TCG の方先だったりしたんで、そういう意味でも能力デザインとかは1対1のゲームを作るときに必要なことみたいなことは、確かに TCG っぽさって感じられるなって思いますよね。そうですよね、そこら辺なんかを意識してゲームを作ってた感じですね。なるほど。さっき牧歌的なスタートラインみたいな話でしたけど、実際作っていって、リリースして自分と離れたところでユーザーさんが遊んでくれて、そこから考え方変わった部分みたいなのってあるんですか？たくさんありますね。最初は PVP の起こすためのむしろギミックとして作ってたんですけど、物語を作りやすいんだなっていうのと、これはいい面悪い面両方あったんですけど、物語を体験するときに自分なんかだとこういうお話って決めたときに、この順番で起承転結がとか、まずこの情報が出て次にこの情報が出て、ここでひっくり返すどんでん返しみたいなのがあって、こいつが敵だと思ってたけどそうじゃなくて本心の敵はこっちだったみたいなのがこの順番で123っていう順番で来るっていうね。来るっていうのをシナリオ作りとして当時はやってたんですけど、これが結構シャッフルされることになるんですよ。そうですね。誰の秘密から開けるかとか。で、全然変わってきて、でもそこにすごく大きなドラマがあるな。もちろんこれでダメになるシナリオもたくさんあったんですけど。いや、本当にそうですよ。シナリオを作るときは全パターンを脳内シミュレートしないと、これが先に開いちゃうとこの2つの秘密はいらない秘密になっちゃうから、そうはならないように全パターン考えますけど。偉い。僕はそこまで最初は考えてなくて、単純にこうなるつもりだったんだけど、そうならなくても新しい驚きが生まれたり、すれ違いみたいなものがドラマで描かれた時に、ゲームマスターがそれをやっちゃうと、ずるじゃんとか、作為じゃんって感じがするじゃないですか。ゲームマスターがすれ違うようにシナリオを作ってで、すれ違うのは、それは自分のキャラクターをすごく物語のために奉仕させられたような感じがするんですけど、忍び神みたいにこういう順番で出会えてたら仲間になれてたかもねみたいなことがある程度フェアな形で最初に残ってると、運もあるけどある程度自己責任とか自分の判断でそうした上で、今ある情報の中で最後の敵を選ぶみたいな、そうですね、ことが起きたりもしたんで、必ずそうだったという話ではないんですけど、そういうのは怪我の巧妙というか、なるほど、確かに面白いなみたいな。PVP の話から秘密の話に戻ってくるんですけど、PVP にするにあたって誰が敵なのか味方なのかみたいなのを指し示すメモ書きとして秘密っていうものがあったと思うんですけど、秘密自体もみんなにいろんなシナリオを作ってもらったり遊ばれる中で使い道変わってきたっていうか、そうですね、いろんな使い方できるじゃないですか、自分の秘密が見えるっていう面白さがまず最初あったんですけど、じゃあ逆もできるじゃんって思いついてしまって、シナリオの2本目を作ったんですけど、2本目がいきなり自分の秘密が見れないっていう記憶喪失というのをシステム的に定義できるんだな、これを使えばっていう感じで、みんなは記憶を失った状態で集まって、ある条件を達成すると自分の秘密が見れて、自分の秘密も見れないっていうルールを一味足すだけでできる記憶喪失が急に違うゲームシチュエーションが作れるじゃんみたいなことを思ったりとか、さっきの話の逆ですね、この順番でどうしても出したい、みたいなことが発生した時とかに、コントロールするのもできなくない、そうですね、初期の忍び神はすごく乱暴だったので、この秘密がオープンされなかったから最後なんで俺たちは殴り合ってたのかよくわかんないけど、とりあえず敵だから殴ろうみたいな、ある種リアルなことが起きてたりするんですけど、やっぱりそれは良くないね、絶対わかんなきゃいけない情報は秘密じゃない形で告知するようにシナリオが書いちゃうとか書いたり、ことですよね。このタイミングになったらこのことは NPC がベラベラ喋り始めるとかっていうのを保険でかけとくと結構安心できますよね。僕結構後発のデザイナーなんですね。グループ SNE さんだとか、フィアさんだとか、すごい RPG が普及した後からやってきたデザイナーなんで、雑誌とかでもページがもらえないんですよ。シナリオもみんな10ページとか12ページとか使ってるんですけど、2ページとか4ページで面白いシナリオを作りたいなっていうのがずっとあって、サタスペとか迷宮キングダムとかでもシナリオの定型化、フォーマット化っていうのをすごい頑張ってたんですよね。サタスペだったらその情報収集ルールっていうのをフレーム化することで、こういうふうに情報収集しましょうっていうのを当時のシナリオに書いてあったんですけど、そこら辺をカットして、手に入れた後の情報だけを書くことによって2ページでシナリオを提供できたりとか、迷宮キングダムだったら基本的にはマップポコって書いてあって全部の記号が読めればなんだかわかるみたいな、もちろん補足もあるんですけど、それでも2ページ
ジとか4ページとかでシナリオを書けるじゃんっていうのがあって、忍び神もそのトライの一つだったんですよ。秘密さえちゃんと書いておけば、あとは補足ぐらいでシナリオになるやみたいなのが最初多くて、プライベートで忍び神遊ぶ時も基本的にはハンドアウトさえできれば、あと手ぶらで行きますもん。あとは脳内にある程度途中のシーンとか決めとけば、特に対立の場合なんて何から秘密が開くかもわからないから、マスターシーン挟まなくても十分もう面白くなっちゃう。さっき言ったこの順番で情報を出したいとか、そういうのができてくるうちにマスターシーンっていうか、そのシナリオの本文のウェイトが高いんだなっていう風になって、シナリオが膨らんでいくようになってきましたね。描写とかマスターシーンとかかなり増えてきた感じがします。昔は語弊があるかもしれないんですけど、本当に対立ゲームみたいな感じのボードゲームっていうわけではないんですけど、ソリッドな戦いだけを遊ぶゲームみたいな感じでも機能してたんですけど、やっぱり秘密を使ったドラマメイクみたいなやつがもっともっと楽しくできるようにしたいなみたいなのがあって、だいぶシナリオは形を変えていきましたね。リハブいくつかシナリオ書かせていただいたんですけど、僕初め書くと大体 2,3 枚で終わっちゃうんですよね。いつもプライベートでやってる感じでとりあえずざっくり書くじゃないですか。でテストプレイするまではプライベートの気持ちでやっちゃうので、そうすると他の方のやつ見ると8ページあって10ページあって、おおこんなになんか細かいことが書いてある。確かにこれは書いといた方が親切なのかなと思って後から書き足していっても、僕のやつはいつもページ数少ないと思います。初めみんなすごいな書くんだなって思いながら。よしあしですけどね、短いことには短いメリットがあるので、秘密って特にオフラインでやった場合なんか触れるマテリアルじゃないですか。これをめくっていくとストーリーが進行するみたいな感じの、丹沢さんのシナリオはそういう風になってて、ゲームマスターもだけどプレイヤーも次何が起こるかが分かりやすかったり、この秘密がオープンされたからこのイベントが起こるのねみたいな相関関係がすごい分かりやすくて、とても遊びやすいシナリオが多いかなと。あんまり秘密があるシナリオを作り慣れてない人にありがちなのって、理不尽などんでん返しが5回来るみたいなやつ。そうするともう初めのハンドアウトに書いてあったことって何なんだよみたいな、これ全然関係ないじゃんかみたいな感じになっちゃって、シナリオに対するモチベーションを維持しにくいみたいな。で自分でこういうロールプレイをするぜって思ってたんだけど、全然図工みたいになっちゃうっていうのがあって初めに与えた目的はあんまり裏切らない方がいいかなと思ってて、割と遊んでいただいてる逆境ハイブクライシスっていう、あれは初めから部員を集めるよっていうね、目的。廃部しないように自分の部活に部員を集めなさい。何人集めないと廃部だっていうことだけ言っといて、それ自体は最後まで絶対崩さないんですよ。その条件を巡る秘密みたいなものとか、それだったらこういうこともできんじゃんみたいな秘密がみんなの裏に一つずつ書いてあってっていう。でも結局部員なんか集めなくていいんだとかね。部員を生贄に捧げて魔王が復活するから魔王と戦えとか言われちゃうと、初めのやつは何だったんじゃって話になるので、それはやらないように気をつけてますね。なるほど。僕時々やって怒られますね。好きな人は好きなんですけど、あんまりやりすぎちゃうと、初めのやつあんま意味ねえなみたいになっちゃうので、僕そこに絡めてそれをやるのが好きですね。やってみて思ったのは3つぐらいいいことあるなと思ってて、まず1つが予見の構築。予見ってわかりますかね？予見可能性のそうです。予断とか予見とかっていうか、こんな物語になるんじゃないかなみたいなのが、ハンドアウトの表面だけでももちろんわかるんですけど、突っ込んだところまでわかるので、ロールプレイがしやすくなるなみたいなのが間違いなくあるかなと思います。いろんなことが書けるのでいろいろあるんですけど、でも基本的にはそれまでの RPGだったらセッション中に分かる情報っていうのがそこに書いてあるわけじゃないですか、秘密って。それを読むとこう書いてあるってことはこんなこと起こるんじゃないかなみたいなことが分かるので、早いかなみたいなのはありますね。ロールプレイがしやすいのと、セッションの物語のスピード感みたいなものがすごい早い。そうですね。みんなにそれぞれ断片的ではあるけど、物語のテイストとか、こういうことが起きそうだよみたいなことを全部あらかじめ伝えておけるので、ハンドアウト見てからキャラ作成したりした場合は、キャラ作成も無駄にならないし、シリアスなシナリオにおちゃらけたキャラ持ってきちゃって合わないみたいなことって TRPG あるあるだと思うんですけど、そういうのも起きにくいし、他のプレイヤーが作ってるキャラシートがすごい気になる。他のゲームと比べると。こいつと戦わなきゃいけないとか。なんで見てんのみたいな。キル見ないでみたいな感じのことありますよね。もう一個良かったのは、標的の明確化。秘密って表側のハンドアウトとセットになってることが多くて、忍び神なんかまさにそれなんですけど、表面は自己紹介的な、その人がどんな人かとか、このセッション中、表向きはどんなことをしなきゃいけないか書いてあるわけですよね。裏に秘密、本当はこういうことしろとか、もしくはこれをやるためにお前はなんで
こういうことやんなきゃいけないかの理由とか書いてあったりするわけじゃないですか。これをセットにしてテーブルの上に置いておくと、何を調べなきゃいけないかが明確化するなぁと。シティアドベンチャーって呼ばれてるようなシナリオの場合、普通のテーブルトーク RPG だと何でも調べられるわけじゃないですか、言ってしまえば。最近川島さんとウォーハンマーやってますけど、はい、僕が GM やってるんですけど、ユーベルストライクという街についてみんなにユーベルストライクのシティマップをバーンって渡して、どこでも行けるよ。君たちは別に何も縛られていない、どこにでも行けるよって言ってやったことがあるんですけど、これはこれで面白いんですけど、もしかしたら無駄足になってしまうかもしれないし、そうですね。あと迷っちゃいますよね。はい、たくさんね、あるから、そこが明確化されるのはセッションのスピードアップに有効だなと思いました。今調べられるのはこれとこれとこれだよ、3つだよ、どれにするって言われた方が無限の選択肢示されるよね。もちろんデメリットもあって、秘密めくりゲームというか、機械的にこうめくっていけばいいんじゃないのみたいな側面もあって、課題でもあったんですけど、それを補って有り余るぐらいフォーカスする、どれを調べようかっていうのがコマンド化されるというか、いうのは良かったですね。RPG とかでそれこそ情報収集が大切な RPG とかシナリオとかやってる時って、ゲームマスターは十分説明したつもりになってて、自分の頭の中には全部ありますからね。体系化された散財の全貌みたいなの全部分かってたりするから、しっかり描写もしたし、結構なんなら強めに説明したつもりなんだけど、プレイヤーはあれそんなのあったっけみたいな、これを調べてほしいんだけど全然調べてくれないなみたいなことって結構あったりするので、こういうシナリオ遊びたい時とかはすごく良かったなと思いますね。最後の一つが盲点の設計という見えない場所。そうですね、TRPG ミステリが苦手だというふうに今日飲みましたそのね言われてますけどもミステリってあくまで僕の解釈なんですけど、盲点の設計をすることがミステリの面白さを作ることなのかなと思っていて、盲点っていうのは見えてるのに認識できないことなのかなと思うんですよ。その話はもう書かれてたのに、そこの中でそれに気づけなかったっていうのが面白い、そうですね。で書かれてないとやっぱりズルじゃないですか。だけど認識できないから盲点なので、TRPG とかでプレイヤーが気づけないのも当たり前っちゃ当たり前じゃないですか。ここがやっぱり TRPG の難しい。小説の場合は盲点の設計を小説家がやってるので、読者には見えないようにするけど著者は分かってるので探偵はそれに気づけるっていう、そういう風な構造になってると思うんですけど、RPG の場合は著者シナリオライターが盲点を設計し、しかしプレイヤーはそれについて知らないので、それが見えないっていうことが起きちゃうんだと思うんですけど、そこがちょっとだけ作りやすいというか、秘密でその盲点に関するヒントを渡しておいたり、もしくは秘密の中に盲点を書いておいて、全員が聞くお話のあらすじみたいなところには盲点が設計されてるんだけど、一人のプレイヤーはそこの盲点のヒントとか、なんなら答えが書いてあって、あれみんな気づいてないけどっていう状態にでも自分の秘密は言えないしでやきもきされる、確かにその方法あんまり使ったことないかもしれないな、こういう風なのの設計がしやすくなったなみたいな、裏切り者がいるとかっていう風に言われて、いや俺が裏切り者だけどみたいな、要するにそういうことだと思うんですよね。なるほど。こういうものが設計しやすくなったなというのができました。もしくは単体の秘密ではわからないけど他の人の秘密を組み合わせると、あこれじゃんみたいな。そうですね、個別に一つだけだとわけがわからない文章が2つ合わさるとわかるっていうのは僕もよく使います。で必ずしも秘密というシステムじゃないとこれが作れないわけじゃないんですけど、すごく作りやすくなったなという、文字であるということも結構大きくて、TRPG は語りの遊び、テキストセッションとかまた別なんですけども、語りの遊びなんで忘れちゃうんですよね。何回も見ますもんね。そう、自分の秘密は特に何回も読み直せるので、そういう意味でも大事な情報として秘密が渡せるようになったのは大きいなと思ってます。これは最初は気づかなかったですね。あとお聞きしたいんですけど、秘密があるゲームたくさん作られてるじゃないですか、スタートであった忍び神、他にも順番で言うと次はマギカロギアを作った感じですね。このあたりでこうその秘密のアップデートっていうか、違うことをやってみようみたいな。そうですね。アップデートというよりは、さっきと同じで違うゲームになるようにしたいなみたいなのがあって、マギカルギアの時は忍び神って全員分の秘密考えるの大変じゃないですか。だからプレイヤーキャラクター側は秘密を持たないようにしようっていう風にして、標的の明確化
みたいなものを中心にやってった感じですね。なるほど。次がインセインなんですけど、こっちはですね、また PC に秘密が復活するんですけども、インセインの開発経緯って後書きにも書いてるんですけど、クトゥルフのオンリーコンに呼ばれてですね、せっかく呼ばれたから、そのコンベンション用にクトゥルフのサイコロフィクションを作って持ってったんですよ。それがベースになって、インセインというゲームになったんですけども、忍び神の時にこれ言われてたんですけど、ある仲間から秘密っていいシステムですよねと、どうしてそう思うのって言ったら、人の秘密が見れるのってもうそれだけで楽しいじゃないですかって言われて、ああなるほどねみたいな、それをズバリ言われると怖いんですけど、じゃあ忍び神が PVP からスタートしたとすれば、インセインはどっちかというと秘密の方が結構ゲームエンジンとしては重きを置いたというか、中核にあるんですかね。覗き見、ゴシップじゃないんですけど、人の秘密を見るっていかがわしい面白さ、肯定しづらいけどそれってあるよねっていうのがあって、だとすると忍者じゃないのかなみたいな。はい、僕も白状すると忍び神出る前にヒトクハンドアウトよく使って遊んでたのがクトゥルフだったんですよ。ホラーとヒトクハンドアウトってすごい相性が良くて、そうなんですよ。周りにいるプレイヤーが全員味方じゃないかもしれない、こいつなんか変なこと言い出したぞとか、急に呪文書持ったけどこいつ大丈夫、こいつ渡して大丈夫みたいなのってホラーは結構面白いじゃないですか。なので僕実は忍び神のルールを魔改造してホラーを遊んでた時期がありまして、インセイン出た時はだよねって思いました。秘密とホラーってとっても相性が良いですし、あと最初に言ったように忍び神って PVP からそもそも対立っていうものから秘密を作ろうっていうスタートだったんですけど、対立ばっかりって結構苦しい、はい、そうなんですよね。ので、対立もあるけど、対立じゃないこの辺の RPG の分類でいうと特殊型とか協力型と呼ばれるような RPG で秘密があって、しかもホラーみたいなものがいいんじゃないかなっていうのも狙いの中にあったんですよね。さっき言った相手の秘密を見るっていう背徳感のあることをやるっていうことにだったらペナルティみたいなのがあってもいいんじゃないかなっていうので、ショックっていう、知ってしまうと自分の正気度が減ってしまうだとか、恐怖判定をしなきゃいけないだとか、あとカードもありますしね。そうですね、そういう要素を足していって、人の秘密を覗き込むのっていうのは必ずしもいいことばっかりじゃないんだよっていう、心の闇を覗き込めっていうキャッチコピーですもんね。書いてあるんですけど、そういうちょっとマイナス要素を足したり、あと、当時流行してた脱出ゲームとか、謎解きゲームみたいなファクターなんかも入れられるんじゃないかなっていうので、まさにそういう人たちに遊ばれたのかなっていう感じもね、ありますよね。こういう謎解き系の人とかが TRPG という遊びに興味あるって言ってくれた時に、大体初め持ってくるのはインセインですね。ルール的にもそんな重くないじゃないですか。忍び神とかだってキャラクター作成とか、あと組み合わせみたいなこととか、これとこれ相性悪いとか、なんでこれ技能取ってないのみたいな概念ありますけど、インセインはね、楽の上ってこいつこういうことできそうとかって丸つけていけばキャラできちゃうみたいなところもあるんで、ラックのウェイトが高いゲームにしてますね、その辺は。そうですよね。その次に作ったのがアマデウスです。これは秘密という名前ではないんですけども、ポジティブというか、インセインとか忍び神若干ダークじゃないですか。じゃなくてポジティブなものなんで、秘密という言い方じゃない、予言という言い方にしてるんですけど、これを迂闊に公開してしまうとその予言が実現してしまうかもしれないので言えないみたいな、まあ結構変形秘密みたいな感じですよね。ぶっちゃけアマデウスに関しては予言を入れるかどうかすごい迷ったんですよ。めちゃめちゃ迷ったんですけど、そうじゃないバージョンなんかも何個か作ってみたんですけど、結構重たいゲームだったっていうこともあって、中間でやることがゲームしてるんですよね。だから物語を味わってもらうために忍び神とかの時に言っていた早く物語が展開するだとか、神話みたいなことって必ずしもみんなが知ってたりしないと思うので、元ネタを知ってる知らない問題、そうですね、そういうのとかもあらかじめ先に伝えておけるやつの方が必要だなっていうので、これは必要だねっていうところでやりました。それまでの忍び神とかインセインとかと若干違うのは、途中で開けられるようにして、開けることが基本的にはメリットになるようなデザインにしていきましょうっていう風な感じで、それを開けられる条件があるトリガーっていうのがあるんですけど、それを満たすようにまず中間はプレイしてくださいね、みたいな感じで、初めの目標を与えてあげて、中盤から物語が展開するギミックになってるっていう感じですよね。そういう風な感じでデザインしたものですね。俯瞰してみると、最初は混乱やカオスを楽しむものだったと思うんですけども、徐々に事故を減らすというか、それでも起こるとは思うんですけど、
比較的ゲームマスターがこういう風になるといいなとか、再現するような形でデザインが変遷していった感じですね。だからやっぱりまとめるとって僕がまとめるのもあれですけど、忍び神の時っていうのは PVP を作ろうっていうところの先に秘密、PVP の誰を攻撃するみたいなことが秘密だと面白いよねみたいな、そのギミックとしてあったものがだんだん秘密って自体が面白いなって感じになってきて、そこで物語を語るためにインセインなんかだとどっちかというと秘密の方がウェイトが上がってきてとか、アマデウスの場合は進行ギミックとして組み込まれていたりとか、一概に秘匿ハンドアウトってこうだよねみたいなこと言っても、川島先生のゲームの中だけでもその立ち位置って違うんですよね。RPG なんで、忍び神的にインセインを作ることも全然可能だし、全然ショック全部ゼロにしてとか。そうなんですよね。僕結構自由気ままにいろんなゲームやるんですけど、TRPG ってめちゃめちゃ自由な遊びなので、好きだったゲームにあったギミックとかって他のゲームにくっつけたりとかできる。それこそね、忍び神が改造してホラーやるみたいな。ホラーやってもいいし、例えば D&D で秘匿っぽいことやりたいなってなったら、怪しい言動のやつにメモ渡したりとか、それをみんなにハンドアウト渡しても別に全然できるなと思ってて、TRPG ってプレイヤー側から見ると料理みたいなもんだなと思ってて、秘密っていう要素はなんかスパイスとしてちょっと飽きてきた味に味変できるものとして別にどのゲームに入れてもいいし、バトルテックに入れたっていいと思うんですよ。こいつ別の目標あるんじゃねえのみたいなのも面白いと思うし。そういうこと忍び神的に考えると向いてる気もしますよね。そうですね。PVP のバトルテックとか遊びですから。みんないろんな立場があって、自分が楽しかった秘密を使ったゲームのことを念頭に置きながら喋っちゃうから、そのゲームにおいて秘密がどういうギミックだったのかっていうのもちょっとずつ違う。これ今僕の作ったゲームの話ばっかりしましたけど、例えば平野が作ったゲームだと2人操作とか、あれの知ってたカードとか、あれも秘密っちゃ秘密じゃないですか。秘密っちゃ秘密ですね。僕は考えつかなかったんですけど、こっちに近いですよね。あなたにだけ秘密を渡しますみたいな、他の人が知りませんみたいな状況で遊んでも、面白いんだなとか、自分が作ったゲームではないので、どうしてそういう風にしようとしたかとか、また別の機会に呼んでもらったらいいかなとか思うんですけど、まだまだいろんな遊び方ができるんじゃないかなとか思いますね。なんか近いところでよく言われるのは、僕がよく遊ぶ東京ノバとかだと、ダブルハンドアウトっていう、見た目はよく似たシステムがあるけど、全然使い道は違ってて、ダブルハンドアウトはどっちかっていうとアマデウスに近いのかな。みんなが開くことを前提として配られて、中盤でうわーそうだったのかっていう盛り上げのために持っとく熱血専用の予約シーンみたいな。そうですね。このね番組ではこの間熱血専を紹介してるので、熱血専用の例えをフルに使っていきますけど、熱血専用にはキャラが活躍することが確定している予約シーンっていうのがいくつか配られるんですけど、それに近い。確定でここで見え切ってやるぜみたいな時に使うカード。それこそさっき言ってた予見の効果がありますよね。必ずこのシーンはできるんだみたいな。そうなんですよね。一言に秘密って言ってもいろんな用途もあるし、シナリオによってどういう風に GM が何のために秘密をここに入れるんだっけみたいなのって結構ね一概に言えないっていうのがありますね。これは秘密から外れちゃうのかもしれないんですけど、秘匿ハンドアウトって、ゲームだから味わえる物語の体験みたいなものに近いのかなと思っていて、まだ自分の中でも整理ついてないことなんですけど、解像度が低い物語って一般的には悪じゃないですか。どうやってトリックを実現したのっていうのがわからない推理小説とか、基本的に良くないと思うんですよ。なんですけど、ゲームの場合全てのことがハイディティールで紹介される必要がない気もしてるんですね。見えない部分は見なくていいよねとか。いいよ。ボンバーマンは爆弾をどこに隠してるんだろうとか、そんなのって説明しなくていいじゃないですか。遊びは別にあるので、そういう意味で言うとゲームのシナリオって小説や漫画ほどディティールは高くない気がするんですよね。秘密にあなたはこの人を殺したって書いてあれば、どういう風に殺したかはあんまり重要じゃなかったりする。それできたんだみたいなことも書いてしまえば許されるというか、解像度の低い物語をでも口頭でそれを説明すると突っ込まれちゃったりするんですけど、そういうのをスムーズに行うことができるツールになってんじゃないかなっていう気がするんですよね。秘密
のあるシナリオを苦労しながらここまで作ってきたんですけど、最近思うのが、言い方気をつけないといけないですけど、秘密があるシナリオで面白いシナリオを作るハードルってちょっと他の TRPG より高いと思ってるんですね。良質なシナリオを遊ぶと楽しいんだけど、盲点まで設計されてて、それぞれのプレイヤーがどの順番で秘密を開けてもそれぞれ面白さがあり、それがまたそれぞれ違ってみたいなのって、それこそマーダーミステリーとかを設計するのに結構近い感じがするなと思ってて、秘密のあるシステムに関しては良質なシナリオをいっぱい提供していくことが大事な感じになってるなと思って、マーダーミステリーって別に基本ルールブックってないじゃないですか。はい、1本をみんなで4時間楽しく遊べる箱、コンポーネントでもうしっかりできてるシナリオをもうシナリオごとに販売していくみたいなことでもいいのかなっていう気が最近しちゃってるんですよね。基本ルールは薄く全部に入っててもいいと思うんですけど、そうするとミステリーの作家さんに参加してもらったりとか、いろいろ一本一本豪華にできるし、そういうアプローチもいいのかな。自分で作ってみてちゃんとしたシナリオを作るためには 4,5 回テストプレイしないとうまくいかないし、たくさんデバッグもしなくちゃいけなくて、本当に4ページのシナリオなんだけど、見た目はね文字数少なく見えるんだけど、あれをねルールブック買ってきて、さて俺も作シナリオ作るぜっつっていきなりできるかっていうと結構ハードル高いのかなって思うので、もちろん作ってみてトライしてみんなで遊ぶのもいいんですけど、いいシナリオとかお手本になりそうなやつとか改造すれば別のパターンもできそうみたいなやつをたくさん提供できるといいなって最近思ってたりもします。クオリティを求めるっていう感覚が自分なんか難しいなって思っていて、割と雑なシナリオでもいいのかなって。僕明日急にマスターやってって言われて、真っ先に出てくるのは忍び神とかなんですよ。対立型にしちゃえば敵データを作らなくて、そうなんですよね。そうハンドアウトだけ作って、ある程度対立型のパターンって自分の中にいくつかあるので、そこのフレーバーだけバーって変えて、クリスマスのシナリオだったらみんなでプレゼントを取り合ってやればまあいいかなみたいな、ほぼできたみたいな感じで作れるので、忍び神は軽さも魅力。そうですね。でもがっつりこのシナリオは面白いなっていうのを遊ばせてもらうと、フルコースもたまに食べたいみたいなね。なのでジャンクからフルコースまで全部やれるシステムであるんだけど、もうちょいフルコースをパッケージにしても面白いのかなみたいな、最近思ってたりしますね。結構お客さんの中で出てきた意見の中では、事故に関する危機感強いんだろうなっていうのが、黎明期の TRPGやってた人たちって事故恐れないっていうか、成功したらすごいし、失敗することもあるよねとか、プレイヤーが全滅しちゃって、まあ今日帰ろうみたいな日もあったっていうところから見ると、今もっと1回からのセッションをみんな大事にしてるじゃないですか。タイパじゃないですけど、時間の価値が違うのかもしれないですね。1回土日に集まって遊んだセッションが僕は失敗だとは思わないですけど、仮にそれが失敗みたいに見えちゃった時に、任務失敗しましたとかね、敵に負けましたとかってなった時にすげえ反省しちゃうんだろうなと思って、そんなに反省はしなくていいよっていう感じで。そうですよね。遊びだし、勝ちも負けもあるから勝ちが面白いっていうところもあるので、アイスフルゲームである以上、理論上全部こっちがファンブルしてボスが全部クリティカルしてきたら死ぬじゃないですか。完璧にいいムーブをしても負けるときは負けるゲームなので、そうですね、僕が作るゲームは割と、なのでそこは申し訳ない。でも TRPG ってそういうものだって思った方が、特に GM さんかな、そのぐらい気楽にいった方が、もしくはそういう気楽な遊びができる仲間を作ることが、これはこれで難しいことかもしれないんですけど、 RPG のスタートの中でいいスタートが切れるパターンかなって気がしますね。ちょっと秘密苦手っていう人の意見もこの間といろいろ拾ったんですけど、一番あるなと思うのは自分のキャラじゃない感じがするっていうのがあって、前に夜の足跡の時に来ていただいた時にちょうどその話をしていて、PC と PL は違う存在としてのゲームデザインとか、なりきりなのか、その距離感ってグラデーションでパキッと01ではなくて割と近いとか、俯瞰で見るカメラ位置みたいな感じで違うんだよねっていうところで言うと、鹿島先生は遠目にデザインしてるよねっていう話で、僕すごい腑に落ちたんですけど、秘密もそれに近いテイストっていうか味があるなと思ってて。そうですね。忍び神を作った時は、秘密って後から渡してくださいっていうルールだったんですよ。キャラクター作成の。なんでかっていうと、キャラクター作成もゲームだと思ってたんで、どんな秘密が来ても対応できるようなキャラクター作りと、特化したキャラクター作りは違うじゃないですか。それをどっちに選択するかっていうのも遊びだと思ってたんですよね。忍者でも特化型の忍者と汎用型の忍者どっちが
強いかみたいなのが比べ合えたら面白いなと思ってて、そうデザインしてたんですよ。でもそしたらね、やっぱり。いや、これはまずいですよ、やっぱね。そうなんですよ。剣豪同士、あいつと決着をつけるみたいなハンドアウトを平坂で、商法しかできないやつ作った後に渡されても、困るじゃないですか。あらかじめキャラクター作戦も予見があった方が、事故りにくいし、うんうん、自分の距離を近くしやすくできるのかなと先に渡しておくことで。近いかどうかってゲーム側に規定されるっていうよりは、プレイヤーによって違うから、6人で卓囲んでたとしても、A 君はなりきっちゃってやってるけど、B 君はちょっと離れてるとか、グラデーションになってるじゃないですか。そこはどっちもやれる方がいいですよね。後から来ると、いや、そういうつもりでキャラ作ってきてないしって、事故りやすいのかなって思うんですけど、最初に見ると、こういうキャラクターでじゃあ自分の好きなものを作ればいいのね。っていう風になるし、最悪コマンドどれできないやってなった時に当日のキャラクター作成とかじゃなければ、GM に相談したりとか、ここ変えてもいいですかとか、そこら辺で先に渡すようにしましょうみたいな風になっていって変わっていったところですね。じゃあ初めのルールブックって後渡しって明記されてるんでしたっけ？明記ではないと思うんですけど、説明の順番がそうなってるんですよ。キャラクター作成をいつやるかなんていうのも本当はルールで規定することじゃなくて、当日みんなで集まってする人もいれば、セッション集まる前にやっておいてネットとかで共有してっていろんな作り方があると思うんですけど、あんまりそこは自分も明確にこうしてねっていうつもりではなかったんですけど、今結構ハンドアウトに推奨流派とか入ってるから、今はもう明確に先渡しっていう構造になってますもんね。でもそこなんかも PVP から入ってたので、データ構築ゲーとして考えてたので、そういう順番になってたりとかはあったりして、よりも遠ければ遠い方がいいと思ってるわけでもなくて、いい塩梅で自分のやりたいことがやれるように運用してもらえたら嬉しいななんて思ってますね。上書きとか劇的なことが起こっちゃうと、自分のキャラクターから外れていっちゃったりするのかもしれないですし、モチーフの力もすごい強いなと思ってて、猫だったらしょうがないよねって思うところと、忍者も掟に縛られてたりするわけだから、俺は殺したくなかったんだけど殺してしまったとか、任務だったからやったけど後から後悔してるとか、いくらでも言い訳聞くっていうか、ファンタジー風味が少なければ少ないほどプレイヤーと距離近づいちゃうので、君はあの人を愛していると愛してないって言いたくなっちゃうかもしれない。愛している系も最初は結構入れてたんですけど、そうですよね。一番初めのやつでありましたもんね。そうなんです。僕はそんなに苦にならないので入れちゃう時もあるんですけど、5回に1回とか6回に1回ぐらいかなみたいな感じでだいぶ減らしたりしてますね。皆さんが実際に遊ぶ上でいろんな反応をもらいつつ変えていったりしてる感じですね。僕愛しているやつを初めお手本にシナリオを作り始めたんで、初めの頃結構愛してる憎んでるみたいなの多かったんですけど、最近ね、愛していたにすることが多いですね。なるほど。で、今も愛してるかどうかを書かない。決めてね、プレイヤーさんがっていうことですね。いいやり方ですね。ゲームマスターさんが工夫できるのが TRPG の良さや面白さだと思うので、マダミスなんかはしっかり人物設定が決められたりして、ああいう風な方が遊びやすいって人もいらっしゃるし、そうじゃなくて、自分のキャラクターの内面なんかは決めないでほしいっていう方もいらっしゃるし、できれば秘密を見ないでそういうマッチングが上手にできるシステムがあると、一番いいんでしょうけど。いつものメンツでやるときは、これ誰が弾いても大丈夫だろうって思う場合と、コンベンションとか、初めての方がいる、オンラインとか、あと表に出す、誰が遊ばれるかわからないシナリオとかの場合は、すんごいデバッグしますもん。緊張感高いですよね、そっちの方が。マダミス作るのってこんな感じで作るんだろうなっていうぐらい、この人視点でまず全パターンでバックしてみたいな。一応忍び神のスタートブックの月間でこういうハンドアウト NG みたいな、恋愛系は NG ですよとか、悪役はやりたくないですよとか、いくつか項目が入ってるアンケートみたいなのもあったりして、事前にそれをプレイヤーさんに配って、そこでこのハンドアウトがいいんじゃないですかねってゲームマスターさんがマッチングをするみたいな、そういう風な工夫なんかもしてはいるんですけど、なかなか完全にトラブルがゼロになることはないと思うので、そこら辺は今後のゲームでまた解消していきたいなと思っております。そうですね。まだまだコネコネできる、面白い題材だなとは思ってて、それこそね、マダミスとかが流行ったりするのも、秘密ってものを使ってみんなで遊ぶと楽しいぞっていう、みんなが思ってるっていうところかなと思うんで、まだ将来性もあって、そうですね、開拓しきれてない何かがまだありそうだなって感じしますね。あるんじゃないかなと思って、今新作を作っているところです。なんと、突然の。大丈夫ですか？大
大丈夫です、大丈夫です。新作をね、はい作られているということで。今作ってます。また全然違うテイストの、ここまでぶっちゃけるんだみたいな、シナリオの背景情報みたいなものをどのぐらい先に渡すかみたいなものが割と自分の中で秘密の発展の歴史でもあったんですけど、度合いを薄めてみたり逆に進めてみたりみたいな感じなんですけど、新作は結構先に渡す度合いを高める方向で作っているので、はい、そして変な事故は起こらないんじゃないかなと思っているので、だいぶ経験値っていうかいろんなパターンを見てますからね。また話せる時が来たら、ぜひぜひまたここに来ていただいて喋っていただけたらなと思います。ありがとうございます。今日はね、この辺にしておいて、またいろいろリクエストがあれば、TRPG のこういう秘密とかね、ワンテーマで掘り下げて話していければな。そうです。なんかコメントとか欲しいですよね。そうですよね。最近ね、結構コメントいただいたりもするんですけども、それにふさわしい人を呼んだりとかもできたりもしますので、どんどん書いていただけたらと思います。というわけで、川島先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。川島先生から何かお知らせなどございますでしょうか？ですね、3月の末にですね、ロール&ロールという雑誌というか、専門誌、RPG のサポート誌が発売されまして、今月頑張りまして、記事を3本書いたんですけども、大丈夫ですか？いっぱい書いたんですけど、その中の一つ、机上の現実という新しい連載のシリーズを始めまして、実際に RPG どんな風に遊ばれてるんだろうって、ちょっと前に大学のサークルインタビューやったんですけど、あれが評判良かったんで、ああいうものをたくさんやっていこうということで、シリーズ化みたいな。第1回はモノドラコさんのインタビューに行ってきまして、TRPG カフェの今リアル、現実はどんな感じなのかなみたいな、どんなシステムが遊ばれてるのかとか、多いシステムとか、お客さんの層とか、気になるな。そういうのを聞いていく連載を始めました。第1回載りますので、ぜひぜひ読んでいただけたらと思います。はい。というわけで、川島先生、今日は楽しい話をどうもありがとうございました。ありがとうございました。またいろいろ TRPG の話したいと思いますので、お声掛けさせてください。はい。よろしくお願いします。というわけで、黒帯チャンネルはゲーム業界の話やゲームの作り方など、ゲームに関するいろんな話題をお届けするチャンネルです。面白かったという場合は高評価、チャンネル登録をお願いします。またですね、こんなテーマの話聞いてみたいとか、リクエストございましたらコメント欄にお願いをいたします。ではまた次回をお楽しみに。さよなら。さよなら。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。